綾瀬女子高生コンクリート事件というのはご存知でしょうか。昭和最後の凶悪犯罪とも言われていまして、事件発生が1988年、当時17歳だった女性が約40日間にわたり監禁されたという事件になります。こちら詳細については後ほどお伝えします。まずは監禁されていた場所をご案内できればと思います。建物自体はもうすでに取り壊されています。それではぐるっと回りまして駅からこちらまで歩いてきたわけですが、当時は非常に治安が悪くてですね、連れ去り公園や連れ去り通りと地元では言われて避けられていたところも多かったようです。では改めて女子高生コンクリート詰め殺人事件というのはご存知でしょうか。知らないですね。1988年11月、埼玉県三郷市戸ヶ崎、自転車で走行中だった当時17歳の女子高生が突然拉致されます。その後、東京都足立区綾瀬にあった加害者の少年宅2階にて不良少年グループにより約40日間監禁され、暴行・強姦を受け続けました。1989年1月、被害者の女子高生は加害者グループから受けた集団リンチにより死亡します。その遺体はコンクリート詰めにされた後、東京都江東区若洲の埋め立て地に遺棄されます。同年3月以降、別の強姦事件で逮捕された少年らが女子高生の殺害を自供したために事件の全容が判明しました。それではこちらのホテルがどう関係するかについてです。4名の加害者少年をそれぞれアルファベットで ABCD と表すことが多いのですが、事件のいきさつを追っていきますと、最初に出てくるのがこちらのホテルになります。1988年11月25日の夕方、少年 A は少年 C とともに窃盗もしくは強姦目的のため原付バイクに乗り、埼玉県三郷市の市内を徘徊していたところ、自転車で走行中の若い女性を見つけます。 A からの指示を受けた C は女性もろとも自転車を蹴倒し側溝に転倒させました。 C がその場を離れた後、 A は何食わぬ顔で近づくと、危ないから家まで送るなど言葉巧みに女性を信用させ、近くの倉庫に連れ込みます。そこで A は一転し、自分はさっきのやつの仲間だと脅し、命だけは助けてやるなどと言いながら関係を迫り、その後タクシーでホテルへ連れ込み女性を強姦します。この時出てくるホテルがこちらとのことで、少年たちは日頃から若い女性を脅しては連れ込んでいたようです。これが事件の大筋となるわけですが、こちらの事件、被害者の女性も刑事裁判にて有罪判決を受けた加害者4名いずれも未成年だったことからさまざまな問題が発生します。まず被害女性がすでに亡くなられていたことにより、実名と顔写真が公開されます。ただですね、加害者側は少年法に基づく規制により非公開となります。しかし事件の詳細が明らかになるにつれ、新聞、テレビ、雑誌などで大きく取り上げられ、少年法の在り方から世論では死刑、無期懲役など
厳しい処分を求める声が上がります。実際に少年たちの罪名を挙げていきますと、わいせつ、誘拐、略取、監禁、強姦、殺人、死体遺棄、傷害、窃盗などに及びまして、これに対し検察は残忍かつ極悪非道である点において、過去に類例を言い出しがたく重大かつ凶悪な犯罪であると述べたそうです。今回は特に幽霊が出るホテルというわけでもないのですが、ひなさんにはしばらくこちらで過ごしていただこうかと思います。気になった方はぜひこちらの事件を調べてください。YouTube にも本事件を取り扱った動画がたくさんありますので、詳しくはそちらでご検索ください。ただ注意していただきたいのが、とても人間の所業とは思えないような残虐な行為が行われている事件になります。自己責任のもとでご覧ください。よろしくお願いいたします。私たちは心霊スポットだけじゃなくて、事件や事故に関わる現場にも行き、検証調査などしていきます。応援いただける方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。